はですね、先ほどご紹介に預かりました本日の、ゲームのプレイと司会進行の方をさせていただきます高倉と申します。改めてよろしくお願いいたします。ではですね、最初に本日の、企画内容の概要とですね、趣旨説明の方をさせていただきます。概要はですね、これ今回そのゲームをご存知の方も来ていらっしゃると思いますし、ご存知ない方も来ていらっしゃると思いますので、ちょっとご説明いたしますと、このプレイステーション4と5で遊べるゴースト・オブ・ツシマという原稿をモチーフにした、ビデオゲーム、デジタルゲームがあります。こちらのですね、プレイ動画やプレイ画面を見ていただきながら、原稿の専門家である服部先生にいろいろゲームだとこんな感じなんですけど、史実はどうだったんでしょうかというのを聞いていってですね、歴史を知る楽しさを、知っていただければと思います。で、趣旨の方になりますが、先ほどちょっとお話ししましたけど、学ぶ楽しさといいましょうか、これ私が実際にこのゴースト・オブ・ツシマをゲームで遊んでいる時に、先生の著書である猛虎襲来と神風っていうのをちょうど読んで遊んで遊んで読んでっていうのを繰り返したんですけど、その時にやっぱりちょうどこれは本で見たあの場面が多分こうゲームではこうなってるんだ、ゲームで遊んだあの場面が本では多分こういうふうに書かれてる、これのことだろうというふうにですね、ゲームと本がこうどんどんリンクしていくのが非常にこうワクワクして、楽しい体験でしたので、この新しい学びというかその形を、少しでも今日、来ていらっしゃる皆さんにこう好奇心を刺激、知的好奇心を刺激して、なんかちょっとこうワクワクして帰っていただけたらいいなと思っております。はい、ではですね、早速始めさせていきます。でゲームを見ながら、先生にいろいろ聞くという形になりますが、ゲームはですね、これ開発の方も言われてたんですけど、もちろんそのゲーム的にフィクションでだいぶ改変している部分ももちろんありますので、ゲームと史実でむしろその違いを楽しむというような形が違いを楽しむということもいけるかなと思います。ではですね、最初にですね、このゲームのオープニングの動画を見ていただきます。服部先生と皆様に今から3分間ほど、オープニングの動画を見ていただきますので、その後お話をお伺いします。蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！よく聞け！腕に覚えのものあらばいでよ！なだ、チムニだ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。
はい、ということですね、今見ていただいたオープニングでは、武士の方が名乗りを上げるんですが、それがその蒙古軍側には全く相手にされずというエピソードで、おそらくこれは現行のエピソードではかなり有名なやつではないかと思います。私もなんか小さい時に漫画「日本の歴史」とかで読んだ記憶がありますので、はい、で、こういうふうにこう相手にされなかったというふうにありますが、このこの相手されなかったんでしょうかということについて、じゃあすみません、服部先生、お話の方をお願いします。マイクは、はい、ありがとうございます。服部です。ゲームのことはあまり知らないので、浦島太郎みたいなおじいさんなんで場違いなことを言ってるかもしれませんけど、名乗りを上げるということが普通だったのかどうかということで、僕たちは上げてたんじゃないのかなともずっと思ってたんですけど、今回ちょっといろいろ見まして、どうも名乗りを上げるっていうことはしないんじゃないかなというふうに思っております。今の画面はどうも夜だったんだけど、夜に合戦をすることはまずちょっと普通はなくて、夜は夜襲ゲリラ戦なんですよね。だからそういう時に名乗りを上げてたんじゃ、その夜襲の意味がないというかなるほど。不意打ちを食らわせなきゃいけないので、それが一つと、あと普通の合戦は馬に乗った騎馬武者たちが激突するんですけど、そういう時に、名乗りを上げてるっていうのは、いかにものどかであって、ちょっと不自然なような気もいたします。で名乗りっていうと、やあやあ遠からん者は音にも聞け、近くはやって目にも見よ、我こそは清和天皇三代の孫六尊王源経元が抜尊、筑前の国糸の省の住人左衛門の城服部票なるぞ。おすごい。我と思わん者はかかってまいれっていうふうに大体口上は決まってるんですよ。それでもっといろいろ先祖のことをですね自慢したりしたりするようなバージョンもあります。で自分がなんでそんなことを覚えてたのかなというふうにつらつら思うに、自分ももうこういう歴史が好きだったんで、小さい頃新聞紙で兜を作ってかぶって、で多分さっきのような口上を真似して遊んでたんじゃないかなというかすかな記憶があるんだけど、遊ぶったって遊び相手いたから、妹が2人いたんでその前でやってたのかなとも思うんだけど、それで、その遠からん者は音にも聞け近くば寄って目にも見ようっていうのは、これは決まり文句なんでどういう時に使ったのかなと思って、今回調べてみたんですけど、平家物語に2箇所ぐらいありまして、一つは悪七兵衛景清っていう人物なんだけど、それが源氏方の武士と戦ってその兜を奪おうとするんですね。で源氏方がなんかこう兜を切ってその兜を取り上げることができたんで、勝った時に勝ち名乗りとして遠から者は音にも聞け近くはやって目にも見ようというふうに言って、俺はこんなふうに勝ったんだぞということ、勝ち名乗りでいう場面が一つあります。それからもう一つは、木曽義仲が最後死ぬ時なんですけど、乳母といって乳母の子供である今井兼平って非常に近い兄弟のように育ってるのがいるんだけど、その今井兼平がですね、遠からん者は音にも聞け近くはやって目にも見よと。我こそは木曽殿乳母の今井四郎兼平なるぞと、
我の首を取って、左兵衛之助、頼朝ですね、助殿に見せたまえというようなことを言うわけで、自分が身代わりに、木曽義仲の身代わりになって義仲を逃がすために口上を言うときに遠からんものということです。で、なんで辞書にも合戦をする前に、口上名乗りを上げたという書いてあるのかなというふうに、思うんですけど、やっぱりこの合戦ものというのはとても面白いので、江戸時代とか明治時代に、いっぱい講釈といいますか講談といいますか、やるわけですね。そういう時の定番というかお話の出だしの時にこの合戦をする時にそう言って口上すると、大体みんな知ってる人物出てくるので、親近感を持てるというようなことがあったんじゃないのかなというふうに思います。だから結論から言うと、合戦の始まりにああいった口上を述べるということはない。それからまして夜には絶対しないということを思ったわけです。ではついでにですね、じゃあ名乗りはじゃあ何のために挙げることになったかっていうと、手柄を挙げた時に誰が手柄を挙げたかはっきり分かるようにっていうことだっていうふうに理解してたんですけど、それは蒙古襲来言葉を見ると分かるんですけど、一つは旗ですね。旗印というのを持って集団5人ぐらいの集団で戦います。それから証言、見た人間の証言が重要になってくるし、あと矢のですね、矢印の模様一人一人違ってますので、その矢の模様なんかを見て誰の手柄で、だから矢に名前を彫ることもあります。誰の矢が当たったかっていうことはそういう名乗りじゃなくて、いろんな物証とか状況証拠が揃うようになっていたというふうに思います。それから名乗りを上げないならどうやって戦いを始めたかということなんですけど、これは矢合わせといいまして、これは八幡宮道訓といって蒙古襲来のことを書いた本があるんですけど、これが元になってああいった場面が出てきます。これは博多の沖ノ浜になるんですかね、あるいは鳥飼かな、そこの合戦の話で、さっきのは対馬だったんだけど、日本の大将軍には小児入道を各家、これは大将軍ですね。それが孫の12、3のものを矢合わせとて小かぶらをいさせたりければ、蒙古一度にどっと笑って太鼓を鳴らし鐘を打つと。時勝ち時の永遠王ですよね。時を作ることをおびただしかりければ、日本の馬ども驚き騒ぎて羽踊ること身体ここに極まりたり、馬をこそ熱い扱いたれ敵に向かい防がんことを忘れたりということで、小児の大将軍の孫の、12、3の子がですね、小学校か中学生ぐらいの子、これは数えなので、小学生ですよね。それでできて矢合わすといって小かぶらをいさせたというふうに書いてあります。小かぶらっていうのはかぶら屋のことで、大きいかぶらと小さいかぶらがあったと思うんですけど、これはYouTube なんかに出てくるんで、見てもらいたいんだけど、大かぶらは割とボーンという低い音がします。で小かぶらは花火みたいにキュイーンっていう音がするんだけど、それがまずいて、それは敵に知らせるんじゃなくて味方に知らせたと思うんですよね。それをキュイーンって音がしたら一斉に日本の馬が走り出すんじゃないかというふうに思います。だけどこの場合はこの八幡宮道訓という本は武士が戦ったんじゃなくて八幡様という神様が戦ったっていうことをずっと強調している本なので、日本の武士はからかわってばっかりいたよと
で時を作ったんだけども、その日本の馬猛虎兵がうおーって大きな声出すんで、日本の馬は、驚いちゃって、羽踊ったりして、もうコントロールできない、身体ここに極まりたいと。馬をこそ扱いたれ、敵に向かい防がんことを忘れている。もう馬のコントロールもできない状態になって、もう開戦早々から、ほとんど戦になりませんでしたよということを書いているわけですね。ですからよく孔子っていう言葉があるんですけど、口辺に、草冠に高いと書いてご存知ですよね。わかります。孔子、これは物事の矢でもって合戦が始まるという。だから中国も同じだと思うんだけど、音がする矢で、それが飛んだ。合戦っていうのは先ほどのゲームと多分違ってて、だいたい100機単位で動くんだけど、100機ったらものすごく多いんで動きにくいんで、5機とか10機ぐらい小チームを作って動くと思うんだけど、5機っていうと5頭ですけど、今の競馬が18頭だそうですね。18頭がわーってこう走ってきたら、ほとんどの人が逃げると思うんだけど、それぞれの馬がこう矢で追いかけてくるわけなんで、それはもう相当に怖かったんじゃないかと思って。でも両方が同じ格好でぶつかる。だから防ぐために、鎧が絶対必需品なんだけど、でも馬なんかはね、矢が当たるだろうし、なかなかシビアな戦いだったろうというふうに思います。18頭でも恐ろしい。で大体矢の飛ぶ距離っていうのは、100メーターぐらい限界かなと思うんだけど、33間堂、京都の33間堂で遠矢を追いますから、あれが一番強い弓を引く人のは33間っていうと100メートルぐらいなので、矢が届かないところで睨み合いをしてるはずなんですよ。でそこでかぶらを最初のやつが引いたら、それってこう進み出すから、それはなかなか壮絶な戦いで、とても遠からものは音にも消えたって、100メートルぐらい聞こえると思うんだけど、目にも見えて大体見えてると思うんだけど、そんな名乗りをしてるような雰囲気がなくて、でも戦い終わって勝った時には勝ち名乗りを上げるし、必要があって主人を逃がさなきゃいけない時は自分は誰々だということはあったんですよね。そんなふうに思いました。はい、ありがとうございます。もう服部先生、始まる前は話せるか不安と言われてましたけど、なんかもうすごいいろいろ話していただいてもうバッチリでございます。今お話でありましたけど、やっぱ名乗り自体フィクション寄りだっていうお話で、ただそれはなんか江戸時代とかの軍記物みたいなやつにも書かれてるっていうのが、なんとなくフィクションからずっとフィクション、今のゲームというフィクションのルーツがつながっていくのは個人的にはすごい面白いなと思ったのと、これはまた全然ちょっと別件なんですけど、先生から先日資料を本当になんか直前でいただいて、これをちょっと資料として出したいって言った時に、私たまたま原稿をモチーフにした漫画のアンゴルモアっていうのがあるんですけど、それの最新刊を買ってちょっと読んだばっかりで、ちょうどこの場面が出てくるんですよ。で、これは先生から聞いたやつだって言ってもすごいワクワクしたので、皆さんもちょっと機会ありましたら読んでいただけるとワクワクすると思いますというので、はい、すみません。1枚のスライドも出してもらっていいですか。はい、馬が走ってる。馬が走ってる図の方ですね。さっき言ったことの補足というか、こういう感じでスタンバイ、もともとこれだけの人間がスタンバイしてて、それで冠が鳴った途端にわーっと走り出して、もうスタンバイしてる時にああやって弓に矢をつがれてると思うんですけど、これはちょっと絵なのでなんていうかな、時間差を凝縮してるんですけど、一番先頭にいるやつは一番奥にいる人が耳の横まで矢を引っ張ってますよね。
一番奥の2人、一番右上、はい上の方ですよね。はいはいそうするとどうしても兜のこれなんて言ったかな、なんかこしころこれか、このくやってなってるうくらいってなってるあれが引っかかるんで、必ずやっとこう正面を向くっていうか、こっちから見てると後ろしか見えないんですね。それでその手前の馬で行くと旗印の次の人はまだいっぱい引いてないじゃないですか。まだこれ左手に持ってるだけ。あれをだから兜はちょっと少し前を見てるわけね。まだ引く前だからまだこっち。だから手前の緑色の人はまだ矢を使えてると引いてない、全然引いてないのね。そうすると、前その時はまだ前まだ全然正面がはい見える。で後ろの一番後ろの青い馬は鞭を当ててるんですよ。わかるかな、鞭。右手でね鞭を当ててる。だからまだ矢を使えるところまで行ってない。馬でもっと速く走れって言ってる。でその向こうの人は、ちょっと下げてもらっていいですか。あれはまだ走れ走れって言ってこういやこれは手綱を引いてるからこれ止めてるんだよね。ちょっと緩やかにっていう段階でまだそういう人たちは正面見てるから顔が分かるということで、これはいろんな動作を本当はみんな一緒の格好にしてるはずなんだけど、みんなもう弓をつがえて走り出してると思うんだけど、こういういろんな所作をですね時間に凝縮して描いている絵になります。で先頭にはさっき言った旗印ね、誰の手柄か分かるような門はよく見ると鶴亀に松茸とてもめでたいもうちょっとこれで分かりませんけど、そうなんですね。はい、そういうこの肥前の国白石という今竜王町かな、鹿島のちょっと北の方の武士たちですからね、白石という、はい、参考までありがとうございます。いやすごい面白かったですね。その絵巻物の中にこれはいわゆる時間軸がずれた状態でいろんな時間軸の人が同時に絵巻物なのでいるって表してるっていうことで、その体の向きや顔の向きなどでそれぞれの今何をしようとしているのかどうなっているのかという状態が分かるっていうのは今説明を聞いて初めて分かりました。知らないでやっぱり見ると普通になんか今から行くぞおーっていう感じかなで終わっちゃうんですけど、敵の矢は向こうどんどん来てるんだけどね、でこちらはまだこれからいるぞという、これが本当にこれだけの弓矢を持った人たちが目の前にこれだけ来たら普通の人は逃げます。逃げますねなるほど。それで片桐さんの方何か名乗り関連とか今の先生のお話も含めて何か気になる部分ありましたか。はい、片桐です普通に質問なんですけど、八幡宮道君がその神様の戦いを神格化っていうか、ちょっと神様が敵を滅ぼしてやったぞっていうようなお話として作られた、だからちょっと武士を滑稽に作ってあるっていうことだったんですけど、八幡宮道君っていつ頃できたお話でしたっけ。それをちょっと南国長者が始まりぐらいじゃないかと思うんですけど、リアルタイムの時にできたものじゃなくて後になって作られたものです。八幡っていうのは箱崎八幡で、そこにはいろんな材料が集まってくるわけですね。武士もいろんな感謝の気持ちで奉納するし、自分たちがいかに戦ったかっていうことも集まってくるんで、かなり面白い話が集まってて、それを材料にしてでも武士はろくに戦わなくて神様だけ戦ったっていうふうにしてるので、全体のストーリーとしては歴史書としてはちょっと使うのは難しい本になっています。でも一番分かりやすく書いてあるから、いろんな本とかではねやっぱり使われること、歴史家も使う、僕はちょっと危ないんで使わないようにしてるんですけど蒙古襲来研究とはもう江戸時代明治時代からあって、この本も相当使われているんで影響力がとてもあるけど、注意しないと実像からはかけ離れる可能性があるというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
ではじゃあ次の方からですね、ここからはですね実際にゲームを遊んだ画面でちょっといきたいと思います。少々お待ちください。今からですねちょっともうこの拠点に行きまして、はい、先生の著書を私はゲームを遊びながらやっぱりこの猛虎襲来と神風を読んでいる時にですね、P190 何ページとかだったかな、179ページとかにですね、船の上で猛虎兵が警戒しているっていうシーンがこの先生の著書に書かれてまして、でそれと合わせて私がちょうどその船にいる猛虎兵を倒すっていうミッションがゲームであったんでですね、それをちょうどやってる時にこう本当に本とリンクして、これはもう本で見たやつだってなってゲームやってると、またその本を読んでる時はこれゲームで自分はこうやって倒したわみたいなのを思ったりしてですね、非常に、なんかワクワクするというか楽しい感じになりますので、ちょっとそれをですね見ていただきたいなと思いました。ありました。お、危ないはい、あそこにですね猛虎軍の船がありまして、で、先生の著書ではですねあの船の上で警戒する猛虎兵がいて、なんかあそこで怪しい海兵が動いたぞっていうのでちょうどこれなんか先生の著書でもですねその部分なんか結構なんか小説っぽくなんかあそこに怪しい海があったぞっていう風に書かれてて、なんか私もなんかこれはちょっと燃えると思いながらこう読みながらですね言ってたんですね。それをちょっとこうゲームとリンクして出て、これは本当にタイミングがいいとですね、今前にですねちょっと分かりにくい分かりにくいんですけど、鉄ハブじゃない、そこにですね今一人猛虎兵がいて、こうちょっとなんか船の修理みたいなのを多分してるんですけど、運がいいとですねこの辺で本当にそのこちらの画面で今出してもらってるんですけど、なんか警戒する猛虎兵みたいなのが本当にもうここでいたっていう感じで、私非常にこれを感動してですね、これはやっぱ本読みながらゲームすると面白いなっていうのを感じましてですね、でここからですね先生に、質問という形になるんですが、これで実際にこう船になんか先ほど、名乗りの時に割と野襲でゲリラ戦を仕掛けていたというお話だったんですけど、こういうなんか船に対してもなんか割と日本の侍っていうか武士は積極的にゲリラ戦をやっていたというような形でしょうか。はい、先生お願いします。いろんな記録があって、夜討ちとか野襲っていうのは割と頻繁に書いてあるんで、今日本軍は積極的に使ったんじゃないかなと思うんですよね。船を討ち取ったっていうふうにも書いてあるから、停泊している船にですね、接近して、いろいろ攻撃を仕掛けるっていうことは、非常によくあったと。大体ゲリラ戦っていうのは、劣勢な方がやるわけですから、日本軍は積極的にやって、船は夜であっても沖合に止めてたと思うんですよね。はい、これは造船所って書いてあるから、はい、なんか施設を作って接岸できるようにしてるんだけど、はい、これだけの船を接岸させることは当時はできなくて、橋系ですね、橋船って書いてあるけど、大きい船から小さい船に、小さい船で沖合に止まってる船と行ったり来たりしてる。これは最近まで日本の港はそうだったんですよね。そうらんも港もよう晴れて、あれに橋家のかよいにぎやかにって橋家が行ったり来たりするのが日本の港だったんだけど、野襲も日本の橋家を使って行って、乗り込むかなんかしてやったというふうに思います。やっぱり猛攻軍にしてみると夜になったら必ず日本が攻めてくるとなるとおちおち眠れないし、神経戦としても有効だったんでしょうね。だけど総反撃は、港湾の駅の方なんかは日を決めて勢ぞろいして攻撃するっていうこともやっています。文永の駅は期間が短かったので、そこまでできたかどうかちょっとはっきり分かりませんね。
普通一晩で帰ったって言われてるけど、僕はそうじゃなくてもうしばらくいたと思うんです。それでも7日か10日ぐらいで帰っていったと思うんで、その間の詳しいことはちょっと記録上では分かりません。なるほど、ありがとうございます。片桐さん、何かこの件についてあったりしますか？すいません、毎回振ります。猛虎兵を楽しみにしててずっと見てたので、全然すいません、画面に今ですね、ちょっとこの辺に近いのが、画面に注目しちゃってたんですけれども、こっちから回ると見えるかもなんですけど、ここに2人いるんですね。魚釣りしてる人が2人いるので、見つからないようにですね、こうスイスイスイ、ここでですね、あそこで竿だけ見えてるんですけど、猛虎兵が魚釣りしてるんですよ。で後ろから襲ってもいいんですけど、ちょっとそれはやめておきまして、なんかバツ印、おーっと危ね、バツ印みたいなのが出てるところに本来はちょっといるんですけど、ちょっとすみません、ギリギリ見えない感じで、いや、ありがとうございます。すいません。ではですね、次は、すみません、船の大きさは、長崎県の高島というところで、沈没船が発掘調査で大きさが分かってるんですけど、この船は人間の大きさからしたら相当でかいですね。150メートルあるぐらいの船じゃないかと思うんだけど、もう高島で出ている船は、竜骨がつまり一番底の基礎になる板が12メートルで、だから上の方では27メートルぐらいだっていうふうに推定できるんですけど、ここに書いてある船の、7分の1ぐらいじゃないかという。なるほど。ありがとうございます。それ多分ゲーム的に多分小さいと多分見栄え的なもので大きくなってるのかなと思いますが、それはゲームを作る方の都合がある。そうですね。ではですね、じゃあせっかくなんで、その大きさの話が出ましたので、ちょっとですね、船の中の方までちょっと見ていこうと思います。敵がいない状態にすぐできますので、こうするとちゃんと中を散策できますので。ちょっとすいません、またちょっと遠くから始まってしまった。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これでですね、船の中に敵がいない状態でこう見れますので、もし服部先生と片桐さんの方で何かこう気になる、その船のあそこもうちょっと見せてくださいみたいなのがあるとですね、ですね、ちなみにゲームにはこうやって軍馬にも乗れます。で軍馬に鎧がついてるのは私が結構ゲームをやり込んだからです。じゃあちょっといきますよ。よいしょ。よいしょ。というふうに、これ先ほど見た船に今敵がいない状態で乗り込んでいるという形になります。確かにこうしてみるとかなり大きい船だなという感じですね。じゃあちょっと中の方に入っていきますので、ただ実際も沈没船の多分情報しかないと思うんで、なかなか中っていうのは難しいと思うんですけど、ゲーム的なのがこういう大砲みたいなやつもあるんですけど、さすがに大砲はなかった感じですかね。大砲はまだないですかね。有名な鉄ハウっていうのがあって、これは人間が投擲するものですよね。大砲は火薬で砲身から発射させなきゃいけないから、そこまでの技術はまだ当時の現にはなかったですよ。当時はまだなかったということですね。ちょっと鉄ハウのお話が出たので、これゲームにも鉄ハウありまして、敵がいないところなんで多分出しておいて、ちょっと待ってください。ですね、ゲーム画面録画しないといけないの忘れてました。すみません。ちょっと待ってください。投石機みたいなのは使ってるわね。人間の力で跳ね飛ばす投石機。投石機みたいなやつは当時使われていたということで、鉄ハウはそれで投げたんじゃないかとも言われてるけど、船の上からも使ってるんで、ちょっと分かりません。ありがとうございます。なるほどですね。片桐さん、何か気になるポイントあったりしますか？上の方もいけますけど。すごい猛虎船に乗れるとはっていうか、何が積んであるんだろうとかいろいろ気になりますけれども、いやすごい大きい船だなっていう
あ、こんなとこまで行けるんですね。はい、見えてるところは大体いける感じです。こういう。あと、はい、この虎の刀のね、尻皿っていうケースがあるんだけど、この主人公虎のあれは虎の尻尾を使ってるわけですよね。ですね。はい。で、虎の尻尾、虎一匹から尻尾は一本しか取れないので、はい。非常に高級品で、しかも日本ではない中国から輸入品なんで、はい。これを使える人は相当な身分の高い人、お金持ちになるので、あ、そうなんですね。蒙古襲来言葉では菊池がこれを使ってますけど、あと小児が虎のその馬具ですねを使ってるんだけど、まあちょっと非常に身分が高くてお金もしか使えないので、あの人はモテたのかなとちょっと思いますね。はい、なるほど、こう身分が高くてお金持ちの人しか使えない武具をこう持っているということで。虎側だから輸入品ですよね。日本にいないからですね。はいはい。もう相当な高級品らしいので。はい、これ尻尾の部分でだけ作るんですか？普通になんか虎の普通の皮の部分を巻いたりとかではなく、尻尾の部分だけを使うって感じですか？僕も最初尻尾の中の肉をどうやって取ったのかなと思ったんだけど、そうですね。実は一回切るのね。切って尻尾を切って、はい、きれいになめして、それでまた縫い合わせるんですね。また縫ってっておよそうじゃないと取れないもんね。まあそうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、いいですね。やっぱこういうふうになんかパッと見からこういろんな話に行くのが非常にいいなと思っております。ではですね、次にはですね、先生の私が著書を読んでこれはと思った次のポイントがですね、192ページ、その先生の著書の蒙古襲来と神方の192ページぐらいからですね、なんか毒物を使ったっていうのがあって、その中こう粉尿とかを混ぜたやつをこう船の上にパリンとしたらもう蒙古兵がなんかこうもう目も開けられないし大変だみたいなのがあってですね、でこれゲームの中にも毒物は出てくるんですけど、おそらくそれはちょっとそのまたゲーム的な毒物になってますので、私がやった感じゲームで煙玉っていうのがあるんですよ。なんか忍者みたいなやつが。でそれがなんかだいぶこれ近いなと思ったんでですね、ちょっとそれでそれをちょっと見ていただこうかなと思います。はい、今からこう主人公がこう煙玉をボーンってやってこう蒙古兵が目が見えないみたいな感じになるのでですね、ちょっとこれ移動した瞬間敵がもう襲ってくるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとやられないようにしますので。これちょっとやね、敵がしかもどこちょっと待ってください。よいしょっていう感じでこうやって敵がもうフラフラしちゃうわけですね。はい、でもちょっともう一発ぐらい置いてちょっとこの隙に逃げます。で私がゲームでこれをやった時にその先生のちょっと今ちょっと出していただいてますけど193のこう蒙古兵が毒物でもう目も開けられないみたいなやつはこれはゲームでこれは近いなと思ってもう非常にこうワクワクしましたので、実際やっぱ前から来てるちょっと待ってください。もう大丈夫かな。はい、なんか毒物っていうのはやっぱり結構積極的に使用された感じでしょうか。先生よろしいでしょうか。なんか先生すごい画面めっちゃ楽しそうに見てもらってありがとうございます。今高倉さんがおっしゃった毒は説明2つあったんじゃないかと思うんだけど、はい、一つは蒙古襲来言葉の中で、はい、蒙古兵が鼻つまんだり目を開けられなく口で息をしたりしてるんで、僕はあれは日本側が糞尿ですね、人糞なんだけどそれを煮詰めるとアンモニアになるんでなんか瓶かなんかに詰めてそれを投げつけたんだろうということを、本に書いてるんですけど、はい、それは絵言葉に書いてあるからそういうことはやったかなというふうに思ってます。もう一つは
毒矢みたいなものの話ですかね。煙の話か。毒矢というか、なんか吹き矢でですね、なんか毒はあります、はい、主人公は毒を使いますし、猛虎側も使ってきます、はい。吹き矢っていうのはやっぱり江戸時代にはそういう技術があって、はい、小鳥を取ったりする人たちが使ってるのをなんか絵で見たことがあるんだけど、それに毒を入れたら死んじゃうんで、はい、どうするのかな。でも普通に当たっただけじゃまた飛んでっちゃうから、やっぱり毒を入れるのことはしたのかなと思うんだけど、本当に毒入れたら鳥は死んじゃうんで、そうですね、それ食べるとちょっとなんかあんまり良くなさそうな気もします。そこはちょっと研究してきませんでした。毒矢の研究って本があることまでは調べたので、ちょっとそうなんですね。毒自体は狩猟民族っていうのはとても関心を持ってたと思うんですよね。はい、縄文時代は黒曜石で弓は使ってるんだけど、それでトリカブトももちろん知ってたわけですよね。アースの頭とか、それからブスって書いてあるけど、はい、それから珍毒っていうかな、いろんな薬の毒の名前資料には出てくるんで、はい、あったことは間違いないと思うんですけどね。でもだからアイヌの人たちはそれを使ったっていうのは記録ってあって、日本側が多くの恵比寿はそれをブスを使うっていうふうに書いてあるだけで、どういうふうに使ったかわからないんだけど、でもなかなか難しかったんじゃないかと思うんですよね。狩りで大型銃を取る場合、はい、イノシシとか鹿だったら先に毒を塗ってあって、当たったとしても即効性の毒なんてないので、大体逃げてっちゃうじゃないですか。そうですね。いくら当たっても逃げられたんじゃ狩りをした意味がないので、それは僕たちがちょっと想像力が足りなくて、きっと犬をいっぱいで囲んでね、それである方向に追い込んで、それで落とし穴なんかも使って、それで毒矢も使って、いろんなことを併用して使ってたんで、毒だけで倒せるっていうのは、そういう猛毒は多分日本には瞬間に倒せるような猛毒はなかったと思うんですよね。それで蒙古襲来の時に毒を使ったっていうのは確か八幡宮道訓に書いてあったと思うんですけど、はい、八幡宮道訓に書いてあって、日本のあれに書いたかな、矢は短しといえども毒を抜いたればってこう書いてあるんだけど、この矢は短しといえども矢先に毒を抜いたれば少しも渡るものは毒気に負けて死にけりと書いてある。だけど末長が撃たれたところの画面ありますか。末長は確実に文永の駅も公安の駅も矢が当たってるんですよ。で血が流れ、膝に当たってるはずだけど、血が流れてますからね。馬も血が流れてるんだけど、末長も血が流れています。当たってるんですね。それでこの馬は多分死ぬんだけど、それ毒で死んだのかどうかは分からないけど、末長は当たってるけど、生きてるわけだよね。この後ずっと生きてるわけです。もう一つ文永の駅の方、これは文永の駅か、公安の駅の方も出ますかね。ここで末長は敵の首を切ってるんだけど、一番左にいる人ですね。一番右手のところを見てもらいますと、血が出てるじゃないですか、末長の右腕。この画像の右肘出てますね。だから当たってるんだけど、末長はやっぱり死なないわけね。そうですね。普通に次の日普通にこの直後に、はい、足立安宗か森宗のところに行って報告してて、ニコニコしながら話しててそうなんですね。肘に矢を受けてしまってるのに次の日も
合田っていうその関東のお使いのところに報告に行ってるのね、普通に朝早く。あ、もう普通に元気その毒が当たってこれで死ぬっていうことは全然ないわけですよ。でむしろ矢があれだけ当たってるっていうことの方が大変だったんじゃないかと。矢尻っていうのは縄文時代は2、3センチなのね、はい、黒曜石で。はいはい、だけど鉄の矢尻になるとものすごく大きくなるんですよ。10センチぐらいになって実物見たらですね、こんなものが自分の体に当たったらどうなるかなと思うぐらいすごくて、毒もクソもなくて、まずその矢の方で、大抵重傷になるだろうと思うんですね。で末永は鎧のないところに当たってるから、相当しかもかなり食い込んでるでしょあれ。ですね、普通にこう矢尻が見えてないもんね。ずっと矢が短くなってるじゃないですか。はいはい、深く入ってるってことですよね。腕の太さなんて10センチもないからもう突き抜けてるとしか思ってないんだけどそれなのに我慢してかなんか普通に行動してますので、はい、毒よりもそっちの方が毒は使ったかもしれないけど、大して効かなかったろうなというふうに思ってます。確かに少しでも効力を上げるために使おうという発想はね絶対あったし、ブスっていう言葉はね狂言にあるんですよ。狂言で、はい、ありますよ、昔のやつで。毒と書いてブスと読むんですよね。はあ。名字のブス島さんとか、ああいう感じですか。よくご存知ですね。もう僕みたいな化石しか知らないかと思ったんですけど、東映フライヤーズとても強くて、張本っていう選手もいましてね、日本一になった東京の駒沢球場がフランチャイズで詳しいですね。そこにブス島っていう名選手がいたのね。今でも元気らしいんだけど。あ、そうなんですね。はい。ブス島ってすごい名前なんで、その人以外ちょっと知らないんですけど、毒っていうのは割と日本人にとって身近な存在だったというふうに思います。大体薄めて心臓の薬にして毒が流行って薬にするから、はい、そっちの方で利用されるんですけど、トリカブトの殺人事件というのは今でもあるからそれは当然考えて殺した人がいるだろうと思うんだけど、そういう戦争とか狩りの道具に使うのはなかなか難しかったというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうですね、これゲームも確かトリカブトとかが自生してるっていう設定になっててですね、こう言ってる時にトリカブトを取るとこう毒の吹き矢とかが作れるっていう設定にはなっております。片桐さん、なんか今の流れでここ気になるとかもしありましたら。はい、毒の話もだから八幡宮堂君のちょっと武士を笑ってやろうみたいなそういうところもあったのかなっていうのをちょっと思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、ではですね、まだもう少しお時間ありますので、ですね、なんかこう逆にこれ対馬のですね、どこでも行けるんですよね。割と実在の地域のお寺とかはありますので、金田城とか、はい、ありますので、もしなんか先生が片桐さんでここちょっと見てみたいみたいなところがあればちょっとそちらにすみません、急に振ってしまって。金田城は古代の城作で、律令国家が築いたもので、はい、文永公安の時にはあまり使われてないはずなんだけど、佐須浜っていう西の方にね、さっきも出てましたけど、この辺ですか。そこに上陸したっていうふうに普通は言われてるんだけど、この辺りが上陸ポイントで、はい、だけど対馬の中心地は、東側に、今は伊豆原と言ってるけど、当時は府中ですかね。府中、はい、そこら辺をでも高麗から来て壱岐に行く中継地なんで、どこを使ったかって佐須浜とか津々とかね、辺りを蒙古軍を占領して、いわゆる居留地というか陣地というかね、なんせそこをベースにして日本を攻めた時は、公安の駅でも結局鹿の島
まあどこの島もそうかもしれないけど、そこまでしか占領できてないんですよ。博多には、踏み込むことは公安の駅、文英の駅はもう攻め込んでるけど、博多まで行ってだから物をどんどん送らなきゃいけないのね。高麗から物資、食料もそれから兵器も、人員もですね、人員も長くいると疲れちゃうんで交代させるんだけど、そういう人たちを送るために津々とか佐須浜とかそういうところは基地に、陣地にして敵に攻められないようにしてたと思うんですけど、多分西海岸だというふうに、それ壱岐に近いところね。だからいろんな城跡があるけど、ちょっとその時使われていたかどうかというとちょっと違うかもしれない。ちょっと違うんですね。なるほどですね。すいません、私がちょっと地理があんまり分かってないのでですね、なんか上陸地点とかちょっとどの辺かなというのを見ようかなと思ったんですけど。上陸するのはね、言い忘れましたけど、やっぱり目の前に見えるところが一番目標になりますから、上の方ですか？一番、北の、もうちょっと北はそこは、この辺ですか？そこは名前どうせこの頃こういう名詞が出てくるんですけど、そこは釜山から見えますので、そこを目標にしてもう見えるんですね、目視で。晴れてればね。夜でも夜景は見えますからね、相互に。そんな近いんですね。近いよね。すいません、イメージがちょっと私なかったんで、地理があれなんで。泳げるほどじゃないけどね。必ず1日できます。だからもう見える距離なので1日ですと。朝方出ていい風、その間1日で行ける風の時を選んでくる。でつけないと漂流になってしまうので、もう遭難だよね。そうですね。目的につけなくて流されちゃいますから。モンゴルが攻めてきたっていうけど、向こうは出発したのは朝鮮半島なんですよね。だからすごく近い。江南軍と東路軍、高麗から来るのは東路軍なんですよね。で主体は高麗、韓国朝鮮の人で、それに、北宋っていうか、宋の国の中国の人たちが降参しているので、現に、モンゴル民族に彼らも来ます。でその上に君臨しているのがモンゴル民族だね。そういう編成になって、なんかいろんな民族というか、が集まっての編成部隊だったっていうことですね。通訳が何人も必要だったでしょうね。そうですね。中国の国内だけでも結構広東とか北京とかで言葉がちょっと違いますからですね。でも大体中国ってそういう国だから、そういういろんな国の言葉を使う人はあちこちにいたとは思うけどね。対馬だって両方使えたと思いますよ。高麗語は対馬の人たちは使えたというふうに思います。当時の対馬の方々はもう一番近いんだもんね。博多に行くよりも、博多よりも近いからですね。だから船ですぐに行けるんだから行き来が相当あったし、韓国はよく慶尚手間だは慶尚南道だって言うじゃないですか。慶尚南道って韓国のその養成区なんだけどね。実際にそういうふうに書いた文献もありますよ。で対馬の人たちは高麗から官位をもらってるから、位をもらってるってことは向こうにも従属して、両方に日本のね両方に従属してる人、上の方の人はそうだったと思います。そうなんですね。なるほど。片桐さん、何かこの流れでありますか？すいません、困った時の片桐さんみたいな。すいません。私もそんなに詳しくないというか、対馬はだから広い大きい国っていうか国ですけど、やっぱり博多よりも結構その朝鮮半島との交流とか交易とかも盛んだったっていうので、向こうが大陸が元がすごい大きいモンゴル帝国ができて、向こうの都合で平定された中国朝鮮の人が攻めてくるっていうのはもう本当にもうっていう、もう衝撃だっただろうなっていうのは思うんですけれども、そういう感想をこの対馬に関しては思っていますけれども。ありがとうございます。
じゃあですね、実際になんかちょっとこう、まあ、名所じゃないですけど、なんかゲーム内的にこうキーポイントになるとこをちょっとうろうろしてみますので、先生的になんかあれちょっと気になるとか、あの塔を登ってみてとか言われたら登れますんでなんか大きいお寺がありましてですね、当時の人たちやっぱなんかちゃんとこういうふうにお寺が、ちょっと早いですね、まあ、これさすがにちょっと立派すぎる気はしますけどはい対馬は国分寺というお寺がね、伊豆原にあったんですけど、はい、まあ仏教の国の島の国分寺、最初対馬は九州の中に最初は入ってないですもんね。九州二島といって2つの島なんですよ。対馬と壱岐は島、はい、国じゃない、筑前とか筑前筑後といった、はい、筑前筑前、それが旧だもんね。はいはい、九州の旧に入っているってことですよね。肥前肥後日向薩摩大隅で旧なんだけど、はい、そこに入ってない対馬だから東文寺っていうんだけど、はい、これ多分国分寺を意識してるんじゃないかと思うんだけど、それは非常に立派なお寺がありますので、壱岐にもあるんだけど、はい、そういうお寺はたくさんあったでしょうね。で結局蒙古部にしてみれば駐屯地があればいいんだからね、はい、島全部を支配してそこから年貢を取り立てたりとかそういうことはない。でもお金払って野菜をくれとか水をくれとか必要なものをお金か銀かなんかで買ったりはしてただろうと思いますけどね。結構なんか交流じゃないと交易みたいなそうでないと全部本国から調達っていうのは大変だから、現地調達で講和の駅は特に長いですからね。5678 4ヶ月ぐらいあるから、なかなかやっぱり現地でいろんなものを交易で得ないと大変だったんじゃないかと思うけど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ現地の人って結構、まあ、仲良くやってるじゃないですけど、交流してる面もあったっていう感じですかね。それは全部僕の想像なんだけどやっぱり外国の軍隊来たらみんな物を売りに行ったりするでしょ、男の国。確かに、そうですね。それと一緒だと思うけど、皆さんたくましいからですね。なるほどです。ちなみにこういうふうにこう上に登って景色が一望したりもできます。そうですね、なんかゲーム紹介みたいになってすみません。なんかこれ本当にこれ上がると音楽も変わるんですよ、これかっこよくなってですねっていう。そうですね、先ほど先生言われたこのお寺があったその地名とかって地理的にこの辺とかって分かります？もしかしたらモデルになったお寺がゲーム内であるかも。伊豆原ってすみません、どの辺ですか？もうちょっと今のところ右だね。ここから右。そこは博多から一番入りやすい港があるところですよ。その辺ここら辺が港があるんですね。なるほど。この辺はちょっとゲーム的にはないっぽいですね。これが近いこれが大門寺がそれかな。ちょっと移動してみます。はい。違うお寺もあるんですね。ゲーム的に多分ちょっとアレンジされたお寺で、確かモデルになったのがあるんじゃないかっていう話があったんですけど、そこ私はあんまり押さえてなかったんで。大体神仏混交だからお宮があるところにお坊さんもいるわけだよね。でそこでお宮でお経も読みます。お宮でお経を。それはでも函館八幡宮だってあそこのお坊さんが行って年に1回お経を読みますわね。神仏混交は一緒なんですよ、当時は。神社もお寺も一緒でっていうことで。大体はね。季節が秋になりましたね。そうですね、さっき上の方にいたら冬になるんですけど、これなんか下の方に行くと秋になったり夏になったりしますっていうので。対馬って史跡とかもありましたよね。なんか
もう古墳時代からずっとあって、さっきの金目城は特別席になってますけど、はい。伊豆原だったらね、清水山城とか、それから宗師のお墓があるお寺とか。金田城行ってみますか？そうですね。じゃあちょっと金田城。ただ金田城どうなってるかな。多分だいぶですね。今ゲームしてる人たちはだいぶこれはと思ってると思うんですけど、だいぶゲーム的にアレンジされてます。なんか天守閣みたいなのがあります。ここかな。今の金田城なの？これです。はい。今。入れる、もうクリア後のデータなので入れるとは思うんですけど、入れないかな。すいません、入りませんでした。まあちょっと周りから見ると見学、周りから見学で、はい、まあこういう感じで。今の金田城はどういう風になってるんですか？今の金田城は石垣だけですよね。もう石垣だけ。やっぱり白村江の戦いの時だから、天智天皇の時だからね。もう相当崩れてますからね、石垣といっても。今きちんと残ってるのは僕は江戸時代に積み直されたんじゃないかと思ってるんだけど。その石垣自体もっていうことですかね。じゃあこれは地面の上は全部想像で作ってこの上のこういうのはまあ多分ゲーム的に想像で作られているっていうことですね。ゲームではこの中にも猛虎兵がいるんですか？そうですね。ゲームでこれだからここを取り返したりとかしてですね。なんか私も今なんで入れないんだなってちょっと思っててですね。なんかどっか入り口があった気はするんですけど、ちょっと探してみます。逆からかな。あとはゲームだからあれですけど、この大鎧っていうのを着ると、これは10キロ以上あって多分100メートルも走れないと思うんです。そうなんですね。あれは馬に乗る人がで、馬に乗らない人は足軽で、もっと鎧が違うもん全然。もう鎧自体がもう全然もっと軽い徒歩部隊は違う。大袖なんかないもんね。じゃあもう50ノットに登るどころかこんなに走れないってことですね。走れないと思うさ。これゲーム的にもずっと走ってるとちょっと疲れるみたいで止まったりするんですけど、ちなみにゲーム的にはこれ鎧着たまま泳いだりとか。本当ですか？ちょっと泳いでみましょうか。せっかくなんで。鎧は鉄が相当使う革か鉄なんだけど、鉄だったら絶対もう水の中入ったらもう生還は不可能。入ってくれよ。こうやってこう水と泳いだりもします。熊本では古流のありますね。古流の立ち泳ぎされてる。鎧をつけて泳ぐんだけど、あれはその兵法書があって、浮き輪をいっぱいつけろって書いてある。そうなんですかあれ。木をいっぱい入れて、それから浮き輪のような空気の袋もつけろと書いてあるし、その背の立たないところに行くなと書いてある。そうなんですね。知りませんでした。兵法書にそう書いてありますよ。小さい頃から割と夕方のニュースとかでこう地元に残る古流の立ち泳ぎみたいなやつが夕方のニュースでよく動画が出てるんですけど、少しの間立ち泳ぎできると思いますけど、練習してるから、でも相当厳しいと思います。そうなんですね。多分ゲーム的に大鎧でかっこいいからというので、こういうふうになってるのかなと思います。海も泳いだりできますしということで。あとはそうですね、見どころとしてはじゃあですねモンゴル蒙古軍がですね陣を作ってるっていうところがあちこちにあるんですけど、なんか蒙古軍の陣はこういう感じだったんでしょうかというのをですね、ちょっと私ゲームしながら気になっていたのでちょっと見ていただけるとですね、なんかよく見るゲルっていうんですかね、簡易テントみたいなやつがありまして、どっちかな。蒙古の陣は弘安の役の時の、鹿の島の
人がね、はい。言葉に書いてあって、はい。これと同じようなとんがった柵がずっと海岸沿いにあるから、こういうちょっと今画面が暗い、ゲームで暗いんですが、夜で暗いんですけど、こういう柵があったというふうに思いますね。であと通路にはちょっと櫓門みたいなものも書いてあるから、はい。やっぱり入り口はかなり厳重にしてて、はい。日本兵が来ないようにする施設はね、あと鹿の島の一部だと思うんですけど、はい、絵に書いてあります。モンゴル襲来言葉にあります。襲来言葉にその絵があるっていうことですね。その鳥居があるところ。まさにこれですか。それの鳥居の横、海岸沿い。これは、これに書いてあるとんがった柵と、それから塀が書いてあって、塀が2つ平行にあるから、はい、その間を通っていくんじゃないかなと思うんですけど、はいはい。それからこれは写し写本なので、はい、ちょっと分かりにくいですけど、この鳥居の奥にちょっとこう2階建ての建物が通路の上にありますので、はい、櫓門のようなものが建ててあったなというふうに思います。ああ、ちゃんと絵言葉にこういうのが載ってるんですね。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょうどいい感じの時間になりましたので、では、そろそろでは最後の質問コーナーの方に行こうかなと思います。で、最初にお話あったと思いますけど、事前にいただいた質問がありまして、それにちょっとお答えしていけたらなと思っております。じゃあそれで質問をちょっと出していただいて、はい、それはその参加者の方からご質問がこのようにありまして、モンゴルはなぜ日本の領土を征服しようとしたのでしょうかということなんですけれども、先生いかがでしょうか。当時中国大陸には文永の時ですけど、宋という国ですね、南宋。これが日本の平安時代からもずっと300年近く続いている国がありました。これは漢民族の国で、元という国はモンゴル民族の国家でして、これがその宋の国の北半分、北宋という国はだいぶ前に征服してたんですね。でモンゴルにとっての政治課題はその南宋を滅ぼすことにあったわけですけど、その南宋が手を結んでた国がいくつもあって、一つは高麗だったんですね。でもう一つが日本でした。日本は平安時代から平家の頃から、それから鎌倉時代に入ってからもずっと交流があって、いろんな物資を宋から手に入れて、仲がいい国だったので、その信仰のモンゴルというのはやっぱり知らない国、自分たちにとっては宋と争っている国ということで、敵に近い目で見てたと思うんですね。でモンゴルはまず高麗を征服することに成功して、服属国にするわけですけど、それは文永の役の段階ですね。で文永の役の後に弘安の役のちょっと前2年か3年ほど前にその南宋は滅びちゃうわけです。でももう元の国にとっては、いろんな国は大体自分の味方になったんだ、自分の言うことを聞く国になったんだけど、日本だけが残っていたということで、死者を出すわけですね。日本と通行しようと。で中国にとっての通行というのは、自分のとこは宗主国っていうんですけど、自分の国が、中心にあると。で周辺の国は、中心国がお前たちを国王に任命してやるという形で、よく冊封というんですけど、冊は1冊2冊の冊ですね。封は封建時代の封。領土をどこどこの国王、自分たちが直接しないけど国王に任ずる。それで暦を上げたり、
年号も自分のところの年だから高麗は中国と一緒の年号を使うわけです、そういう形で、通行をしろということを、日本にも言ってくるわけですね、で日本は文永の役の時には宋との関係で断ったし、その後攻め込まれてるわけじゃないですか。だからモンゴルにそう言われても元にそう言われても、従うわけにいかないということで、死者を切り捨てたりして、戦争いつでもするぞっていう臨戦態勢に入っていくわけですね。蒙古はそういう意味で日本を従わせたかったということが一点ですね。それから日本は宋との貿易で、いろんなものを交易していたんだけど、その中に硫黄があったんですね。日本から輸出するもので、大事なもの、貿易品で日本と中国で何を貿易したかよく言われるのは金だとか、それからサンゴの螺鈿細工とか、それから刀とかね、いろいろ言いますけど、それは量が少ないじゃないですか。船いっぱい金なんか積むことはできないわけで、もっと安くてかさばって重たいもの、それは硫黄と、それは日本の木材なんですよ。日本のヒノキは中国にヒノキはできなくて、あんだけ目が詰まった良材は日本しかないので、そのヒノキはどんどん出してた。あと硫黄は軍事物資でありまして、火薬、日本では作れなかった火薬は硝石と硫黄と、あと炭で木炭で作るんですけど、中国はあれだけ広い国だけど割と火山が少なくて硫黄がなかった。でも日本は狭い国だけど大陸プレートで火山がいっぱいあって、もう硫黄はいくらでもあったから、硫黄なんかもう重たくてかさばるから、で日本では大した価値はないけど向こうに持っておけばものすごいお金になるから、こういうのが貿易に向いてるんですよ。でそれを宋に向かってどんどん送ってたから、それを止めさせたいという気持ちもあったんですね。で日本を服属させて、そういった火薬の材料になる硫黄を直接日本に持ってこさせる。大体戦争っていうのは、一つ大義名分はそういう作法に朝貢貿易、日本から貢ぎ物っていうのも普通の貿易品なんだけど、日本が持っていけば宗主国は、宗主国の名に恥じない立派なものをいっぱい送ってくれるから、貿易としては日本は利益があるようなものなんだけど、一つは作法とそれに伴う貿易、もう一つはそういう国家対国家の立派な貿易じゃないけど、軍事的には非常に価値がある、かさばって安くて、でも中国そのものがない中国に持っていけば非常に価値を生むもの、で日本は中国からは銭をどんどん輸入するんですけど、宋銭とかなんとかっていう、はい、宋銭ですね、はい、日本で作るより中国のものを買った方が安くて、安い値段で輸入できたから、いっぱいだから日本では高長12銭以降は自分の国の通貨はなくて、その代わり王朝国家がそれを銭として承認したわけですね。その2点だと思います。ありがとうございますなるほど。外交上の問題と、あとその物資、その南宋がまだ生きてた頃の軍事物資を送ってる国だったから止めたいっていう意味と、そもそも硫黄が欲しいっていうようなことも含めて、すみません、後半の方は初めて聞いたことなんです。勉強になりました。ありがとうございます。初めて聞いたって僕の説なんですよ。そうなんですね。だから反対する人もいると思うけどね。そこははい、もちろん信じます。ありがとうございます。次の質問に移らせていただきますね。ですね、福岡で原稿亡霊とかありますけれど、あと原稿資料館というものがありますけれども、あとこれ以外にその原稿に関連する見どころがありましたら教えてくださいというご質問がありましたけど、いかがでしょうか。はい、以外にとこう書いてあるんだけど一番は原稿亡霊になりますよね。私25年、四半世紀前まで文化庁にいたんで、この原稿亡霊の保護っていうのは自分の仕事だったんですよ。でその時も
奈良屋小学校というのがありまして、長井小学校。奈良屋、今は博多小学校っていうんだけど、はい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 。あそこは改築するとき発掘調査したんですよね。はいはい。そしたら原稿ボールが発掘で出てきたんですよ。なんかで、詳しく知らなかった。はい、で最近九州大学、私が前の職場である九州大学が箱崎から、本部以外は移転したんですけど、その後発掘調査したんですよ。そしたらまだ原稿ボールが出てきたんですね。だから一口に原稿ボールといっても非常に広い、箱崎から延々30キロ、今津までね行くので、これ全部見ようと思ったら1日じゃできないし、ここから一番近いのは僕は今日藤崎から来たけど、藤崎の東側にありますよね。それをずっと東の方に行くと、西南学院大学があって、そのキャンパスの中にあそこの校舎を作る時にやっぱり発掘調査したら出てきたから、それは校舎を建てる場所から出てきたんで、西南学院大学は文化保護100点満点はできなかった。それは壊さざるを得なかったけど、それを元にしてその横に復元した原稿ボールを作ってますよ。意外に近くてもご存じない人ごめんなさい。私は知ってるんですけれども。それからそこから先はどこになるかな。あと明野浜にもありますよね。明野浜道路のちょっと西側にあるし、何か所もあります。それから明野浜を過ぎると、壱岐の松原っていうのがあって、これは大体地下ちょびっとしか出てなかったんだけど、ずっと西の方に復元したところがあります。高さを今残ってる本物の原稿ボールの上によくわからないって言うんですよね、みんな地面の取り組みってだから上に足したんですよ。それは僕が文化庁にいたらあんなの絶対許可しなかったと思うんだけど、本物のに足した。それは大河ドラマで北条時宗をやったんですけど、その時に撮影をするのに本物じゃ全然撮影できないから足そうということを当時の誰が考えたのか知らないけど、北条時宗はそれぐらいですよね。それで足してあるんで、だからそれを作るにあたって波が直接来ちゃいけないっていうんで、前は本来砂浜なんですよ。砂浜じゃないと砂丘ができないでしょ。でもそれは消波って波を消すのがないと人工物は作っちゃいけない、許可が出ないんで、砂浜を埋めて変なゴツゴツした岩がありますよ。自然環境まで破壊してる。それが壱岐の松原のね。でそこから行くと今宿は元のままだけどちょっと短いですね。あそこは江戸時代から石を抜かれて漬物の石にどんどん持ってかれたのでそこは少ないけど山があって、今山って山があって、それから今津の港があって、それからまたずっと今津の原稿ボールは発掘調査したところを掘り出してるんですね。それから資料館もあるから、そこは長いし、それを上から見ようと思うと、毘沙門山っていう山の上に上がるとずっと遠望できるし、原稿ボールはそれぐらいだけど、歩くだけで1日ではちょっと厳しいぐらいですよね。でその先にずっと行くと蒙古山っていう山がありまして、それは蒙古の人たちがどういうことだったかな、ちょっと忘れましたけど、もうあそこに大きな碑があって、今は木がいっぱいなんだけど、
木を切るとずーっと海が見えて素晴らしい景色だというふうに思います。福岡博多湾岸のとこは木があるから昔の景色が見えない。今の旧大の北側に麹岳っていう山がありまして、そこは大友やら大内の城跡なんだけど、ずっと景色悪かったんですけど、自分の人たちが来てくれた。そしたらぶわーっとその原稿ボールのある今津の松原も見えて、もう能古島も見えるし、鹿の島も見えるし、遠い島も全部見えて、それも素晴らしい景色だった。僕も旧大にいる時は1年に1回1年生と一緒に登ってました。じゃあちょっと今聞いたお話の中では何かその景色的なものも含めて何かそこが麹山麹岳ですね。あと西陣だったら曽原山っていうのがあって、あそこが蒙古軍の本陣になったところですよね。こういうだけど、あと言葉しか出てこないけど別府の辺にも行ったっていうから、辺りに蒙古軍が来たんだなということを、大堀公園自体が大きな干潟で、今は4分の1ぐらい小さくなってるけど、そこでの辺りに塩屋橋っていう橋があって、あれが言葉に出てくる塩屋の松の塩屋の松があったところってことで塩屋町という町を名前を付けたんで、橋の名前が塩屋橋っていうんだけど、この辺りで清高が殺されそうになったんだなというふうに思っていろいろ福岡だったら際限なく至る所にあるかなと思います。鹿の島、能古島も多分来てると思うんですけどね。ありがとうございます。一応先生お話しいただいたようなものをまとめた福岡市が出しております蒙古襲来史跡マップというものがございますので、こちらでも配布しておりますので、もしよかったらあと誰も知らないと思うんだけど、事業っていうところにも事業、地面の地に行くっていう、あれはここから近いはずだけど、事業、そこにも原稿ボールの史跡指定地があるんですよ。でも行っても何にもないんだけど、そこは空き地になってたんで、マンションを建てる計画があったんですね。で史跡で事前に発掘調査したんですよ。発掘調査して何も出なかった。で福岡市はもうこれは何も出なかったから許可しましょうって来たんだけど、いややっぱり史跡に指定しているにはこれは不許可にしようというふうに言ったんですよ。それで不許可っていうのは処分がなかなかしないんだけど、買い上げ交渉するわけですね。ここを買って売ってくださいということで、だからそこは買って福岡市の土地になって、今フェンスを張ってあと説明看板があるんだけど、僕はその時文化庁の調査官だって、何もなくてもそこは大事なところだっていうふうに言ったんだけど、後からそこ書類を調べてみたらですね、そこの実測図が出てきました。実測図、史跡指定する時にね。で普通原稿ボールって地面の下の中に石垣があると思ってるんだけど、そこはそうじゃなくて盛り土があったんですよ。盛り土の実測図もあったの。それが戦後のいろんな乱開発の中で削り取られたんですね。横に道路があったんで、道路を史跡だってことを忘れられたんで確認したりして、その時平らにしちゃった。だからあれは本来高い盛り土があったところだから、今みたいに平らにして草だけ生やして説明看板だけじゃなくて、元みたいに盛り土をして、これがこういう原稿ボールもあったんですよと、石がないボールもあったんですよってことを説明できるようにですね、したらいいんじゃないかというふうに福岡市には行ったと思うけど、言うことは僕の言うことは聞いてくれませんので、現役じゃないと。この映像は YouTube に公開されますので大丈夫ですかこれ
それはとてもそれはいいですね。今言ったことも間違いないと思いますよ、きっと。史跡指定地はそこが一部あります。事業。わかりました。ありがとうございます。そうしましたら、すいません、そろそろお時間となりましたので、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。じゃあ、あとじゃあ、はい一つだけですけど、どうぞ。僕今まで蒙古襲来に関して 2冊本書いたんですよ。はい。でただいまの3冊目を執筆中でしてカバンの中に今ゲラが入っててこれを戻すできれば12月中に出してほしいなって言って出版社は福岡の会長社というところで値段定価いくらなんか聞いてないんだけど安くするように頼んでおきますのでもう出ましたほとんど絵言葉のことでして前2冊の時に使ってなくて熊本の展覧会で使いました福岡細川家の永世文庫というところにあります江戸時代の古い時代にものすごく丁寧にここは何色何色って書いたそれから今落ちて読めないところそこもきれいに末永の顔なんか今はっきり分からないところバッチリ顔が分かるそれを使って復元した本を書きます。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあそれではすいません。時間になりましたので改めてじゃあ、服部先生とあと片桐さん、高倉さんの方にもう一度大きな拍手をお願いいたします。